ビルドシリーズを語る上で、日常からバトルの場まで彩ってくれるヒロインの存在は欠かせません。特にダイバーズシリーズでは仮想空間が作品の主な舞台となるため、現実世界の姿だけでなく電脳世界におけるファンタジーなアバター含め2つの姿を楽しめる点もダイバーズの魅力の一つとなっていると言えるでしょう。今回はそんなビルドダイバーズからヒロイン8選を見ていきたいと思います。さらビルドダイバーズのメインヒロインといえば、リクたちが作中初めて GBN にダイブした際で出会った少女サラ。幼げな見た目と儚そうな雰囲気を持つミステリアスな少女で、当初は表情が読めない無機質なイメージがありましたが、リクたちと出会い交流を深めていく中で感情も豊かになっていきました。本来ビルダーしか知らないはずのガンプラへ込めた思いや、ガンプラ自身の気持ちを理解できる不思議な力を持ったミステリアスな少女となっています。その正体は GBN にスキャンされたガンプラのデータが蓄積され生まれた EL ダイバー。2次元にしか存在していない電子生命体です。当初は他のダイバーと変わらず存在できていましたが、リクたちと出会い記憶や感情が増加したことで GBN のシステムに影響を与え、バグを発生させる原因となってしまいました。そしてブレイクデカールをめぐる戦いでサラが力を解放してしまったため GBN でバグが頻発するようになり、世界が崩壊へ向かい始めます。それを阻止するため運営側はサラの削除を決断しますが、リクはこれを拒否。そしてリクはサラのために GBN 王者九条京也をはじめとする有志連合を敵に回し、彼女の存在をかけた戦いを挑みました。このように主人公がヒロインのために世界を敵に回すという超王道な世界系展開から、視聴者からもヒロイン力が天井知らずと絶賛されています。なお有志連合との戦いの後、データのサルベージが行われ GBN から独立したことで、現実世界ではサラ用のガンプラを器として活動できるようになりました。2年後となるリライズでは変わらずビルドダイバーズの一員としてリクたちと共に登場。髪型をポニーテールに変更し、大人び大将に身を包んだ若妻感あふれる姿でリクと並ぶ様は視聴者からも夫婦にしか見えないと絶賛されています。モモ。サラのヒロイン力が強すぎる一方で、ヒロインとして霞んでしまったヒロインもいます。それが八代桃香ことモモです。リクとユッキーの同級生で、学校では女子サッカー部に所属しています。儚げなサラとは逆に活発な性格をしており、当初はリクの高い運動神経を見てサッカー部に入部させるため積極的に勧誘していました。その過程でリクが熱中する GBN の存在を知り、自らもガンプラバトルに熱中していくことになります。ダイバーとリアルで大きく見た目が異なっており、リアルは薄ピンクの髪のハーフアップが特徴ですが、 GBN へダイブした際はピンク髪のポニーテールに猫耳と尻尾の獣人要素まで取り入れた属性過多な見た目が特徴的です。なお活発な性格とは裏腹に可愛いものこそが正義という非常に女子らしい一面もあるため、アバターはその主義が反映されたのでしょう。その活発な性格からビルドファイターズトライにおける星野文な敵ポジションを期待されていましたが、恋愛的な要素はない上にサラのヒロイン力が高すぎるため、ヒロインとしては空気薄めと言われることも。実際サラをはじめビルドダイバーズに近しいヒロインは立体化されていく中で、モモだけは立体化の機会に恵まれていません。そのため戦うヒロインというよりは、知識の少ない初心者ゆえの自由な発想で場をかき乱すジョーカー的存在という印象の方もいるようです。しかしセンス抜群のアバターや2話でガンダムヒロインのコスプレを披露していたことから、彼女の根強いファンも一定数見られます。2年後は大幅なイメチェンを行っており、髪型はツインテール、服装は中国服にバンダ要素を取り入れたコスチュームへと変更されていました。あやめ。サラのヒロイン力が強すぎる一方で、サラとは違う魅力で人気を獲得したヒロインもいます。それがあやめです。くのいち姿のアバターを操る女性ダイバーで、監視を目的にリクたちに近づいていた当初は感情の読めないクールな人物という印象でした。しかしリクがあやめの所属していたフォースの象徴でもあった絆ガンダムを取り返したことで笑顔が戻り、以降はマスクを外した素顔を見せてくれるようになっています。素の部分は
必要があった上で隠していたため少し違うかもしれませんが、ある意味ツンからデレへの移行を楽しめるキャラとも言えるでしょう。現実の本名は藤沢綾。アバターはクールビューティーで発育のいい見た目をしているのに対し、現実はスレンダーで清楚なお姉さんといった印象を受けます。現実と仮想世界の見た目、そして登場時と正式に味方になって以降の性格面の二重のギャップが多くのユーザーの心をつかみ、ダイバーズシリーズでもトップレベルの人気を誇るヒロインとなりました。一方で明らかに属性や一部分が明らかに盛られているため、ファンからはいろんな意味で盛られている人との呼び声もあります。また奪われた大切なものを取り戻すため戦う様から、宇宙世紀の強化人間のような造形のキャラとも解釈できるかもしれません。そんなキャラが苦しみから解放された際の笑顔、それ以降のデレキなど、初登場から最後まで見どころたっぷりのヒロインとなっています。永瀬七海。ビルドシリーズのヒロインで外せないのは面倒見のいいお姉さん枠でしょう。本作でその役割は七瀬七海、通称ナミが担っています。ザ・ガンダムベースの店員で模型店の巨乳のお姉さんというビルドファイターズのより凛子のようにガンダムオタクの夢を詰め込んだキャラクターです。凛子と同じくそこまでガンダムの知識には深くないようですが、2話で桃香にガンダムヒロインのコスプレをさせている際、ハリーのパジャマなどマイナーなものも持ち出しているため、キャラクターへの知識はある程度あるのかもしれません。当初はあくまでリクたちの活躍を見守る模型屋のお姉さんポジでしたが、なでしこアスロンに参加する際に GBN へダイブ。そこでアバターであるナミを習得します。猫耳のようなディティールやセイラマスのパイロットスーツをモチーフにしたと思われる装甲コスチューム、そして塗装用のスプレーガンとジムのビームスプレーガンを掛け合わせたようなデザインの銃を装備している点が特徴です。模型や店員要素と可愛さをうまく取り入れているだけでなく、下半身の造形美が素晴らしいとして、アバター公開後一気に視聴者からの人気が上昇しました。その人気の後押しもあってか、フィギュアライズスタンダードにてナミの立体化が行われています。本編から2年後が舞台となるリライズでは、ヒロトたちとメイが対面するシーンで登場するのですが、なぜか黒服にサングラスをかけたボディーガードのような格好で彼らを見守っていました。最終回ではザクレロスーツという奇妙すぎるスーツを身にまとい、リクたちと共に一つ目から GBN を守っています。ローズ。本作には本筋にはあまり絡まないながらも非常に魅力的なサブキャラヒロインもいます。それがローズです。オーガや同時の所属するフォース100機の一員で凄腕の女性ダイバーとなっています。腹部が大きく露出したコスチュームに身を包んだグラマラスな大人な女性といった雰囲気が特徴です。バトルに関しても強気で攻撃的なスタイルを好みますが、一方で GBN のイメージガールになるのを夢見るなど可愛らしい一面も持っています。作中屈指の姉御肌なキャラをしており、ブレイクデカールを使った後ろめたさから涙する童子を励ましたり、プラモ制作の際パーツを全て切り離してしまったサラを見過ごせず指導したりと、非常に面倒見の良い性格の持ち主です。一方で少し抜けている部分もあり、レースでガンプラを作ることになった際、作ったガンプラを後でもらえるというルールに惑わされ、作りやすさよりも欲を優先してマスターグレードサザビーバージョン化時を選んでしまいました。またトントン相撲で自立しないノイエジールを選んでしまったことで、他の参加者からカモにされる場面もあったりと、見た目と裏腹な天然ぶりも魅力の一つではないでしょうか。メイン。2作目となるリライズでもメインヒロインを張るのはサラと同じ EL ダイバーとなります。それがメイです。サイバー風スーツをまとうクールな雰囲気の女性で、他のメインヒロインにはない大人びた見た目や客船美の伺えるアバター姿から高い人気を誇っています。ただ感情の起伏の少なさもシリーズ屈指で、当初はスパイ時代のアヤメと比べてもかなりそっけなく、必要最低限のやり取りしかしませんでした。しかし物語が進むにつれて、人に寄り添える優しさを持った一面を垣間見えるようになっていきます。特に過去のトラウマと向き合い、おえつを漏らすヒロトの涙を拭い抱きしめるシーンには、感情の起伏は少ないながらも人を思うメイの優しさを感じ好きになったという方も多いでしょう。一方でその拭うというよりも吸うような独特な涙の拭い方はファンの間で話題になりました。また
現実世界ではサラのように模型の身体を通して活動していますが、アバター時のボディスーツとは真反対のドレス姿で行動しています。他にもアバター状態ではできるクール美女といった立ち振る舞いをしていますが、身体が小さくなるリアルではタクシーを呼び止めようとしてうまくいかず膨れっ面になるなど、ギャップが大きい点もファンの心を掴んで離さない要素の一つです。なお、仲間としてだけでなく EL ダイバーとしてもその存在はヒロトにとって大きな意味を持っており、ファンからはサラリクとはまた違う尊さがあると絶賛されています。イブ。リライズを語る上でもう一人の EL ダイバーであるイブの存在は欠かせません。白を基調としたドレスを着用した金髪の少女で、サラやメイ以上に浮世離れした雰囲気をまとっていました。なお、サラのことを妹と呼んでいることから、サラ以前に誕生した EL ダイバーと考えられます。そしてサラ同様、ガンプラの気持ちを感じ取ることが可能で、彼女の感じ方とガンプラへの向き合い方はヒロトに大きな影響を与えました。しかし2人の幸せな時間は続かず、マスダイバー事件を契機に GBN から生じたバグによる負荷を一身に引き受け抑え込もうとしていたものの、ついに限界を迎えてしまいます。そしてイブはヒロトとの思い出が詰まった GBN を守るため、自らが引き受けたバグと共に消滅することを選び、ヒロトに自分の解釈を願いました。最終的にコアガンダムに自分を撃ち抜かせ消滅し、大切な少女を救えなかったこと、そしてその数週間後に同じような境遇にあったリクがサラを救った姿を見せられたことは、ヒロトの大きな傷となって残ってしまいます。基本的にビルドシリーズは平和路線であるため、平和な世界でただ一人トラウマを抱えるヒロトの存在はより際立ち、そのきっかけとなったイブはビルドシリーズの中で唯一の要素を持ったヒロインだったと言えるでしょう。この2人の関係はクモラ世界隈から凄まじい支持を受けるだけでなく、その他のファンからもリライズを名作たらしめているゆえんとして高く評価されています。向井ひなた。イブやメイといった GBN 世界のヒロインとの関わりが深いヒロトだからこそ、現実世界のヒロインの存在は日常の象徴にもなります。そんなヒロトにとって帰る場所となるヒロインこそ向井ひなたです。ヒロトの家とは家族ぐるみの付き合いがあり、両親の帰りが遅いヒロトのためにヒロトの家のキッチンに立ち夕食を作るなど、すでに通い妻の風格を漂わせている幼馴染系ヒロインとなっています。一方でビルドシリーズのヒロインながら最後までガンプラバトルには触れておらず、ヒロトたちが過ごす GBN の世界には最終決戦後に至るまで訪れていません。そのため GBN が主な舞台となる本作において全く仮想世界に触れないひなたを最初負けヒロインと感じていた人もいたようです。しかし踏み込みすぎない献身さがひなたがリライズにおいて唯一の要素を持ったヒロインへと押し上げているという解釈もあるようです。ビルドシリーズは基本的にガンプラをテーマにした青春もの作品であるため、ガンプラバトルはあくまで日常の中にある非日常という位置づけです。しかしリライズはエルドラとアルスをめぐる命を懸けた戦いが繰り広げられるため、ヒロトにとってガンプラバトルイコール戦場でした。そのためバトルに関わらないながらも現実世界で帰りを待っていてくれるひなたはヒロトにとって日常の象徴であり続けたとして非常に評価が高いヒロインとなっています。むしろなぜこの距離感で2人は付き合っていないんだと彼らの関係性にもどかしさすら感じている人も見られます。なお最終決戦後には巫女姿のアバターでヒロトたちと共にエルドラに訪れています。ということで以上ビルドダイバーズヒロイン8選でした。アバターにはそれぞれの性格や願望が反映されているのが面白いですね。ぜひ皆様が好きな女性キャラもコメントで教えてもらえたら嬉しいです。今回は以上となります。チャンネル登録されるかはお任せいたしますので、もしよければもう一本動画を見ていただければとても嬉しいです。最後までご視聴ありがとうございました。